こんにちは、トバログです。いやー、暑い物欲の夏というわけで、今回はね、先月というか、最近買ったものを紹介していこうと思います。最近買ったものの動画結構前にアップロードしていて、しばらくね期間が空いちゃったんで、結構ね、買ったものたくさんあるので、いろいろと紹介していく感じですね。ガジェットとか買った本とか雑貨とか、そういうのを紹介していこうと思います。それでは行ってみましょう。はい、というわけで早速紹介していこうと思います。今月はね、結構ガジェット系たくさん買っているんですけども、その中でね、最もインパクトがあったのがこちらですね。カメラ、ソニーの APS-C ミラーレスの α6700 っていうやつを新しく購入しました。見てください。このコンパクトなサイズ感と、この見た目ミニマルな形状、これすごいかっこよくないですか？このボディに関しては結構ね、フルサイズでもこのぐらいのサイズ感出てきたかなっていう感じなんですけども、レンズの性能はさておき APS-C のレンズってめちゃくちゃちっちゃいですよね。こっちが僕が普段使っているフルサイズのレンズで、これがね今回新しく APS-C 用に購入した、6700用に購入したレンズなんですけど、それと含めるとこのサイズ感で収まるっていう、このサイズ感が Vlog を撮るにしても普段ね持ち歩くにしてもすごいコンパクトで、機動性めちゃくちゃ高くなるんじゃないかっていうところで購入したわけですね。今ね僕を撮っているのが α7 IV っていう、フルサイズのカメラと、あとね映像制作とかでも使われる FX3 っていうカメラがこの上にね今あるんですけども、それらはやっぱりフルサイズなので結構ね、レンズとか含めると重たくなっちゃうんですよ。フルサイズの、カメラにね APS-C のレンズを装着してもちょっとね性能生かしきれないなっていうところで、それをこの最新の発売されたばっかりの APS-C の、この6700で、保管できるのであれば、このサイズで持ち歩けるならそれに越したことはないっていうところで、そういうわけでいろいろね考えた結果手に入れたわけです。で、この間動画でも紹介したんですけども、基本的に写真の性能に関してはもうほとんどフルサイズと遜色ないというか、これでもう本当に十分じゃんっていう感じではあるんですけど、ちょっとね、動画の性能というか、動画のちょっと暗い場所で撮影するようなシーンだとやっぱりノイズの乗りが気になるなっていうところで、正直ね購入したんですけども、まだメインにするかはどうかは悩んでいるっていうところですね。写真に関しては本当にね1枚を撮るために三脚を用意して、それでねシャッタースピードを落としてもうこのまま固定して撮影するっていうのができるんで、ノイズがほとんど気にならないんですけど、動画ってなると基本的に1秒間に30回はねシャッターを切って、静止画をね、動画にするっていう工程を挟むので、どうしてもシャッタースピード落としきれないんですよね。こういうねデスクの上で常にね明かりを焚いて撮影するのであればノイズはほとんど気にならないんですけど、やっぱりこう Vlog とかでちょっと暗い店内とかで撮影するってなると割とねノイズが目立つ感じなので、その点に関しては若干ね惜しかったかなっていうところです。逆にねどんな人におすすめかっていうと、基本的に静止画撮影をして時々ね、動画も撮る頻度もある程度ありますよとか、そういう人だったら結構ね使えるかなと思います。例えば家族写真を撮るっていう用途だとかなりねコンパクトで旅行にも持ち運びやすいし、店内のね撮影とかなんか服の撮影、メルカリの撮影とかそういうのを主にしていて、時々ね動画撮るみたいな用途だったら全然問題ないですね。でもしね YouTube 動画をメインで撮影しようと思っていて、ほとんどね静止画は使いませんよっていう人だったら、もしかしたら今度ね発売されると噂されている α7C2 とかをね待ってみて、それにね、APS-C のレンズとかを合わせて Vlog 用として使ってもいいのかなとは思います。ただ価格差的なところはねあるので、その辺をね鑑みつつっていう感じですかね。実際に購入してからいろいろ試してみてるんですけど、このサイズ感で、動画も静止画もある程度撮れてしまうっていうこの可愛らしさが最高ですね。はい、続いてね、購入してよかったなと思う毎日使っているものがこちらですね。オムロンの低周波マッサージで、こちらはAmazon のタイムセールの時に購入した形ですね。低周波マッサージ機っておじいちゃんおばあちゃんがお風呂上がりにやっているイメージあるかなと思うんですけども、実際ねデスクワーカーとかにかなりね使えるかなと思います。これどういうものかっていうと、こっちでね操作してなんかこう肩とか腰とかそういうモードを選択すると、ここのね、パッドジェルみたいなのがついているパッドがあるんですけど、これを患部に当てると電気がねビッビッ
ビっていう接骨院とかに行ったことある人ならわかると思うんですけど、患部を刺激してその痛みだったりとか凝りみたいなのをちょっとね和らげてくれるっていうアイテムです。ちょっと試しに使ってみるんですけど、こうやってねビリッと剥がして、この辺僕結構このね首の付け根めっちゃ凝るんですよね。でこのモード選択画面で肩っていうのを押して、強さがね15段階あるんですけど、だいたいね僕は10ぐらいでこんな感じでおっていう風にねやってくれるアイテムなんですが、このね電気がなんで効くのかっていうと、このね電気信号によってこう筋肉がねグイッグイって動くんですけど、この動く時の筋肉のね収縮によって血流をこうポンプみたいにね送り出してくれるんですね。こう血流を促すことによって治癒能力を高めるみたいな、そういうね効果があるアイテムらしいです。なんで購入したかっていうと、この間ねルームツアーでカトチンさんっていう人のねデスク周りを見せてもらった時に、毎日ねこのオムロンのめちゃくちゃでかい無線のタイプのねこれを持ち歩いてたんですよね。で結構ランニングをやってる人なので、それでね治癒能力高めるために使ってるって話を聞いて、あこれデスクワークでも同じこと言えそうだなっていうので、ちょっとねデスクワークに取り入れてみたところ、かなりいいなっていう感じです。いくつかね低周波マッサージ機ってラインナップあるんですけど、このねコンパクトめなのを選んだのは、これをねそのままこうやってポケットに入れれば家の中ね歩きながらこれ使えるし、結構ね出張とかしたりもするんですけど、そういう時にもこのねサイズ感と軽さならねいつでも持ち歩けるっていうところで、これをね購入しています。価格もね Amazon で5000円ちょっとで購入できるので、気になる人はねぜひ購入してみてください。これおすすめ。はい、あとはねこの前動画でも紹介しているんですけども、これですねエポメーカーの TH21 っていう、テンキーですね。動画編集とか、そういうので使うための、左手デバイスとしてテンキーを購入しています。これに関してはね詳しく動画で紹介しているので、そっちを見てほしいんですけど、中のねスイッチを勇者工房さんの方でいろいろ試した結果ね、一番これ気持ちいいなっていうものに全部ね付け替えて、さらにこのテンキー部分も一番真っ白なオフホワイトな感じで、付け替えることによって白いガジェットで揃えたいトバログ的にはかなりねいい感じのテンキーが出来上がっているっていう感じです。でも実際にね僕動画編集の時に1日 2,3 時間とかこうやってね、拡大縮小みたいな感じで使ったりするんですけども、やっぱりこの確実なクリック感があるねこのスイッチ結構気持ちいいですね。なんて言うんだろう、これ試さないと分かんないんですけど、ある程度のところまでいくと一気にねカチッと押される感じのスイッチで、それがねもうこう動画編集をなんかソフトウェア上で動画って編集するんですけど、物理的にねこうザクザクカットしているような感じがあって、それが病みつきになるので気持ちよくね毎日使っていますね。でこれに関してはねマクロとか、あとキーマッピングとかも独自のねソフトウェアでできるので、その辺のねキー割り当てを1回してしまえば、いろいろな PC でそのね割り当てのまま使えるっていうところも結構魅力だったりします。技的の問題があるので無線版は購入していないんですけど、これだとね有線で Type-C で接続できるし、遅延とかもね全くなく使えるので、かなりね愛用しています。本体価格だけで言うと5000円ぐらいで購入できて、中のねスイッチも結構自分で自由に購入時から選べたりするので、気になってる人はチェックしてみてください。そして中のねキースイッチとかキーキャップとかを付け替えたいよっていう人はね、ぜひ他の動画もトバログで公開した動画もチェックしてみてください。これはね気持ちいい。はい、続いてね購入したものだとこちらですね。 X リアルビームっていうこのね今までトバログでも何回も紹介している X リアルエアーっていう、AR グラス XR グラスと組み合わせて使うためのコンパクトなデバイスです。こちらね予約注文していたもので、これがあると何ができるのかっていうと、無線でね Mac とか Windows はもちろんiPhone とか、Android 端末とかいろいろなね端末と無線でこう接続して、この状態でね、手元ではこれだけでいろいろなねことができるっていう大文句の端末っていう感じですね。でなおかつねこれを装着しているとよりね AR 体験が結構ね柔軟に行えるようになって、例えばね画面をここに固定したりとか、あとブレ補正って言ってこうね電車の中に乗ってる時のちょっとした手ブレとかをね補正してくれる機能とか、あと家事をねやりながら映像コンテンツを楽しみたいみたいなながら体験でも使いやすいこうねサイドの方に端っこにちょっとだけ画
面を映すとか、そういうね使い方ができる X リアルエアをより拡張させるためのデバイスっていう感じですね。X リアルってねデザインがめちゃくちゃ良くて、この iPod をね彷彿とさせる丸い操作系のボタン類だったり、このね白系、グレー系のサラサラとしたマットな筐体にこのねオレンジ色とか青色のボタンが備わっていて、なおかつここがね電源ボタンになっているっていう、このね見た目の可愛らしさは本当に随一ですね。最近発売されているガジェットの中でもかなり見た目に関しては本当に好きだなと思うデバイスです。実際にね使ってみるとまだちょっとね未完成かなっていう、ちょっとね完成度がまだ足りないかなっていうのが正直な印象です。例えばこれを装着して自宅のね PC とかとワイヤレスで接続すると、まだねこのマウス操作とかで結構遅延を感じるんですよ。結構な遅延と肩つきを感じるので、それがあるなら有線でね直接 PC と接続しちゃった方がいいかなとか、あとPC 側でもねネブラっていうネブラ for Mac とかそういうねアプリがあって、それをね直接つなぐと3画面で対応できたりとか、画面固定とかそういうのもできるので、 PC と接続するのであれば、基本的にはねこれは必要ないかなっていう感じですね。こうやってワイヤレスでねスマホと接続すればそんなに遅延なく楽しめるんですけど、そもそもこれを持つんだったら、これのね充電の時間とかそういうのも考えなきゃいけないから、直接これで挿して使っちゃう方が楽じゃねみたいなところがあるし、あとね任天堂スイッチとも一応ね無線で接続できるんですけど、ちょっとね音がね遅延を感じるので、スマブラとかそういうね動きの激しいゲームをやるっていう音だとちょっとね向かないっていうところで、ものとしては本当に可愛いんだけど、現時点ではあんまり必要ないかなと思うデバイスでした。とはいえこれ結構ね面白いデバイスで、ただ単にねそうやって無線で接続するだけじゃなくて、この中に Android ベースの OS が搭載されてるんですね。ということは将来的にはこの中にねアプリ Netflix とか、音楽ストリーミング系のアプリを直接入れて、もう本当にこれとこれだけでね出かけて手ぶらで楽しめるっていう感じの、未来がねすぐそこに見えている感じがするので、そういう意味ではちゃんとねそういう機能が実装されてから購入するのがいいのかなと思うデバイスっていう感じです。それ待ちっていう感じなんですけど、本当にねガジェットが好きな人とか、あと自己責任でいろいろねゴニョゴニョ試したい人とかだったら、Android ベースなので、これをねこの中に直接アプリを入れて起動させるみたいなこともできますね。ちょっとねいくつかのアプリを実際にねこの中に入れて試してみたりはしたんですけど、ちょっとスペック的に難しいとか対応してないとかそういうのもね結構あったりするので、やはりね公式からの対応アナウンスを待ちたいところっていう感じです。トバログ的にはいかにねちょっとしたカフェとか待ち時間とかで快適に作業できるかっていうのがねやっぱり目標だったりするので、これをこう装着してこの中にねパーセックとかリモートデスクトップアプリないしはNotionとかそういうねメモ系のツールが直接入っていて、 Bluetooth キーボードを接続すれば本当に手ぶらでこれだけでPC 作業というかいろいろなねちょっとしたテキストワークができるようになったらいいなっていうのが、今のところねすごい期待してるポイントですね。現時点ではねそれができるわけではないし、いつ対応するかもわからないので、ちょっとね、おすすめされるかどうかって言われたら今は待ちかなっていうのが正直なところです。はい、続いてはね、ちょっとしたアイテムなんですけど、このねボルコムっていうサーフィンとかスケートボードとかそういうアイテムを展開しているブランドの、こういうねショートパンツですね。いや最近っていうよりはちょっと前にオーストラリアで買ったんですけど、紹介していないのでここでちょっと供養しようと思います。これ本当にいいんですよね。僕結構真夏って暑いのが苦手で結構こういうショートパンツ履くんですけど、ボルコムのこういうショートパンツって見た目はね本当に普通の街で使えるような感じなんですけど、これ素材が結構ネオプレーン製というか、なんかねこのスイミング系のウェアみたいな感じで水着みたいな感じなんですよね。めちゃくちゃストレッチが効いてて、そんで速乾性も本当にあって、なおかつ履き心地も結構ね気持ちいい、サラサラしていて汗かいてもすぐね乾くし気持ちいいっていうところで、こういうのをね愛用しています。
見た目も結構シンプルでいい感じです。日本だと割とねノースフェイスとかそういうアウトドア系のねブランドがすごい人気かなと思うんですけど、ああいうのもねすごいいいんですけどちょっと高いし、こういうね、スイミング的な素材ってなかなかないので、そういう意味では紫スポーツとかでも購入できるこのボルコムのやつが一番ちょうどいいのかなと思います。日本で買っても多分6000円ぐらいだし、見た目もねすごいシンプルなのでこれはねおすすめですね。ちょっと夏が終わっちゃうんですけどね、個人的にはこのねちょっとワンポイントでここにボルコムのマークが入っている程度のこのミニマルさがすごい好きです。余談なんですけど僕、大学生の時にこういうねボルコムとかサーフ系ストリート系のアイテムを取り扱うお店でちょっとね働いていた、モデル的なことをねしていたことがあって、その時にずっとねこれ愛用していてめちゃくちゃ良かったんですよね。で一回ね社会人になってこういう格好しなくなったのでちょっと離れてたんですけど、フリーランスになって結構ね服装が自由になったのでどんどんね、楽な方に流れていった結果これがねやっぱりいいなっていうところで、これをね最近3着ぐらい購入したので今紹介しています。本当に機能性と価格と見た目のシンプルさみたいなところを重視したい人はぜひねこれもチェックしてみてください。はい、続いてもね生活系のアイテムなんですけど、これ前回紹介したんですがソニックケアの、3100っていう一番ねエントリーモデルの電動歯ブラシを購入したのでここでもね一応紹介しておきます。前の動画見てくれた人は飛ばしてもらっても構いません。この間ね韓国に出張行ったんですけど、その時にねホテルに電動シェーバーとか電動歯ブラシとかそういうの意識置いてきちゃったんですよね。洗面所に置きっぱなしにしていてちょっとねミスったなって感じなんですけど、ヒゲ剃りはね結構クリームとか手動のやつで全然問題ないんですけど、電動歯ブラシに関してはねやっぱり一回使ったらもう手放せないんで、これじゃないと磨けないというところで、改めてね買い直ししたっていうところですね。前の動画でも紹介したんですけど電動歯ブラシって数千円で買えるものから5万円以上するものまで結構ラインナップがね多種多様なんですよ。なんですけど、ソニックケアの場合って基本的に、高いモデルでもこういうね安価なモデルでも中に使っているモーターって同じらしいんですよね。で違いとしてはアプリで連携できるかとか AI がね磨き残し判断してくれるかとか、あとホワイトニングモードとか歯茎ケアモードとかそういうね純粋な機能性以外のところが結構ね、価格の差に出てるんですよね。で個人的にはいろいろね、本当に10年間ぐらい高いモデルから安いモデルまでいろいろ使って、本当にこの電源オンオフのシンプルな機能しか使わないなっていうのが僕の結論なので、正直ね機能性の差はあるんですけど僕にとってはこれで本当に必要十分だなっていうところでこのね、5000円台で購入できるこちらを購入しています。で今までもねソニックケアずっと使ってるんですけど、これに関しては本当にシンプルな分サイズ感とかあと見た目のねシンプルさとかがかなりちょうどいい感じなんですよね。こういう折りたたんで持ち運べるし、このね柄の部分モーターが入っている部分もボタン一つで全部ねホワイト系で揃っているこのモノトーンな感じがすごい気に入っています。電動歯ブラシねめちゃくちゃ良くて、やっぱりね朝磨いたら夜まですごいスッキリしているし、磨き残しというか奥歯のね端っこの方とかもちゃんとこれを当てるだけで電動で自動でこう磨いてくれるので、その辺が本当に気持ちがいいんですよね。デメリットとしてはこのブラシの部分ね1個1000円ぐらいするんですけど、これをね3ヶ月に1回ぐらい変えなきゃいけないからそれなりにランニングコストがかかるっていうのがちょっとデメリットです。コストコとかね Amazon とかでそんなに高くない値段で売っていたりするので、それをね購入すればいいから、できるだけ本体の部分は安く抑えてブラシのね買い替え頻度をアップしていくとすごいね使い心地がいいんじゃないかなと思っています。という感じでこのね電動歯ブラシを買っています。気になる人はぜひ試してみてください。 Amazon のセールのタイミングとかでも結構安くなると思います。はい、続いて最近購入して、結構ね履いているのでちょっと汚れが目立ってきてるんですけど、ウーフォスっていうサンダルですね。これね見た目がシンプルでそれもいいんですけど機能性というか履き心地が抜群にいいです。奥さんがねこの間、夏が始まる前ぐらいに自分用に購入していて、これ本当にいいよっていう話を聞いて、じゃあ買ってみるかっていうので買ってみたんですけども、なんか履き心地が本当に足に包まれるような
な感覚がめっちゃ病みつきになります。だからね、この UFOS っていうメーカーはアメリカでね、2011年ぐらいにアスリートとかそういうトレーナーとかそういうねスポーツ系の視点から作られた、サンダルらしくて、結構ね最近だと街中で履いている人見かけたりとか、韓国でもめっちゃ流行ってるらしくて、この間韓国でもみんなこれ履いてましたね。これね結構この見てもらうと分かる通りソールの部分が分厚いんですよ。普通のサンダルと比べても割とね厚底な感じで、このサラッとした素材感で一体型の感じなんですけど、ここのね素材が結構特殊らしくて、普通のソールよりも衝撃をね吸収しやすいみたいなんですね。そういう点もあってかね、一日中これを履いてショッピングセンターとか硬い床の部分をねずっと歩いていても全然ね疲れにくさが違かったので、スニーカーよりも履きやすいなっていうところで最近はねこればっかり履いてるって感じですね。本当にね実際の履き心地に関しては実際に履いて試してほしいっていうところなんですけども、本当に履き心地が気持ちよくて、見た目もねこのカラー展開も個人的には好きなアースカラーとかベージュとかホワイト系もたくさんあったりするので、そういう点もね気に入っています。あと僕結構ね足が大きくて28とか29ぐらいのサイズの靴を履くんですけど、これの場合ねアメリカのメーカーなのでその辺のねサイズのラインナップも結構豊富なんですよね。なので足が大きめな僕でも履きやすい最適なサイズが見つかるし、このね包まれる感じがめっちゃいいということでこれはね紹介しています。難点としてはちょっとねこういうウレタン系の素材なので、割とこうソールの部分長いからここが地面でシュッて吸っちゃってここが汚れたりとか、あと全体的にねちょっとクロックスのサンダルとかを思い出してもらえると分かるんですけど、ちょっとね汚れが目立ちやすいですね。裏の部分もこんな感じで色がついてしまっているので、ちょっとね劣化は早いかなっていう印象なんですけど、見た目以外の機能性に関してはね、もちろん問題ない感じなので、その辺はね本当におすすめできるというところです。真夏だしサンダルで街出歩きたいんだけど疲れるのが嫌なんだよねっていう人とかだったら本当にね最適なサンダルだと思うので、ぜひチェックしてみてください。はい、続いて購入したもの、ちょっとねオーディオ系のガジェットなんですけど、このオーディオテクニカのダイナミックマイクを購入しています。実はちょっと前にねパラフっていう、デザイン会社でデザインをしつつ、YouTube とかブログもやっている友達がいるんですけど、彼とね、ポッドキャストやろうっていう感じの流れになったんですよね。実際にその流れで収録してみたんですけど、こういうね普段 YouTube で喋ってるこのショットガンマイクみたいなやつだとお互いの声がお互いのマイクに入って結構音としてすごい聞き取りづらかったんですよね。でかつ空調の音とかちょっとしたねこういう周辺で出てる音とかも拾ってしまうので、いろいろ探してたところモノグラフの動画で見つけたのがこちらっていう感じです。これやっぱりね見た目が黒っていうところがちょっと難点ではあるんですけど、これ唯一無二的な感じで、ここにね XLR の端子が備わっている、かつこれ USB-C でもね接続できるので PC とかあとスマホとかとね接続してめちゃくちゃいい音で、音を収録できるっていう、そういうところがねやっぱり機能的にはメリットですね。さすがなんかモノグラフこういうの見つけるの上手だなっていう感じで、僕も購入して紹介しているわけなんですけど、そんな感じのアイテムです。今ねこのショットガンマイク MK600 っていうやつを使ってるんですけど、これとね音を変えてみようと思います。せーの。はい、どうですかね、音聞こえてますかね。結構 YouTube 動画とかそういうので使うのであれば、このねダイナミックマイクみたいな音の方が耳障りというか聞こえはいいんじゃないかなと思っています。ただ難点としてはね、やっぱり常にこの辺に置いておかなきゃこうね話したら音がね拾えなくなってくるので、その辺のね指向性的なところで僕は使ってないんですけど、ポッドキャストとか画面がね見えない用途だったらかなりいいのかなって感じですね。あとは全然音を拾わないので、例えばね今こんな感じで結構ね大きめの音で、BGM を流してみているんですけども、ほとんどね多分拾っていないんじゃないかなと思います。僕の声だけ拾ってくれてる感じですかね。なので周りがね結構うるさい環境とか子供とか家族の声が聞こえて YouTube 動画撮れないなっていう用途でも、割とねここで綺麗に音が取れるので、その点はねかなりメリットですね。ただケーブルがねこんな感じで出たりとか、ここに常に置いておかなきゃいけない、こうやってずれたらね声が聞こえなくなってしまうという問題があるので、一旦上のマイクに戻してみようと思います。
はい、こんな感じですね。このマイク自体はちょっとしたね、スタンドみたいなのがついて8500円ぐらいで購入できるので、もしね、そういうポッドキャストやってみたいとか、YouTube 動画撮りたいけど、音とか反響音気になるんだよなっていう人は購入してもいいかもしれません。ちなみに、ポッドキャストプロジェクトに関しては現在頓挫しているところです。はい、毎月恒例の最近購入した本なんですけど、最近購入した本で思い入れがあるのはこちらですね。ハイロックさんのハイロックマニアっていう、本当に物だけに特化したものをね、たくさん紹介しているこういう雑誌がめちゃくちゃやっぱいいなと思います。ハイロックさんってすごい有名なので知ってる人も多いと思うんですけど、デザイナーをやりつつ、こういうね、自分が好きだなと思うものをたくさんね、紹介している人ですね。で、もともとはね、これ出版社から出ている2012年とかに書かれているね、物紹介本、こういうのがすごい好きで前からね、チェックしていたんですけども、最近ね、こういういわゆる物系にフォーカスした書籍って全然出てなかったんですよ。こういうね、ソニアさんの本とか、あと高城剛さんのライフパッキングとか、グルービジョンズの道具大全とか、そういうね、こういうものだけをひたすらこう紹介している本ってめちゃくちゃ好きなんですけども、ブログとか YouTube とかの方がこういうね、ものを紹介するっていう点では良かったからなのか、あんまりこういう本がね、世の中に出ないっていう時期がすごい長くて、トバログももちろんね、こういうモノ本に影響されて、実は Amazon でね、Kindle で本を出してるんですよ。で、自分でいろいろ企画から編集から写真撮影から全部ね、一人でやってるんですけど、あんまりね、評価が高くなくて、もう一生作んないとか思いながら今に至るんですけど、ハイロックさんは本当に久しぶりに自費出版というか、本当にプロトタイプ的な感じではあるんですが、最近これをね、ベータ版として出されていて、ラフォーレ原宿まで買いに行ったっていうところですね。やっぱりね、ブログとか YouTube とかでひたすらね、日々物を紹介してるだけの生活をしてると、こういうね、ものとしてやっぱり自分が紹介したものとしてね、本を出版できるってすごいかっこいいなと思います。で、ハイロックさんの場合、物選びもね、普通のミニマルシンプルとかよくある感じじゃなくて、本当に変な面白いアメリカとかからね、影響されてるこういう独特なね、ものをすごい紹介されていたりするので、そういうところがね、すごい独自路線を行ってるなっていう感じでかっこいいんですよね。というわけで、これ自体がね、いつ発売されるかとかはちょっとわかんないんですけど、個人的にこれはやっぱり紹介しておきたいなっていうので、これからモノ本ブーム来ないかなっていう思いも込めてね、ここで紹介させていただきます。はい、買ったものはこんな感じで、続いて手放したものですね。実はね、11月1日からオーストラリアに1年ぐらい行くことが決まっていまして、その前段階としていろいろ物をね、整理しているんですけど、ついこの間、本棚を2つ処分しました。本棚に関しては3年前ぐらいに購入したんですけど、この家にね、引っ越してくるタイミングで結構ガタついちゃってたんですよね。で、一口に本棚と言ってもちゃんとね、質のいいものを選んで買わないとなっていうのがあって、オーストラリアに行くっていうタイミングもあるし、本とかをね、できるだけこう細かいものは処分して、必要なものだけスキャンして実家に置いておこうと思って、そのためにね、ちょっと処分してしまいました。本に関してはね、現状この端っこにちょっと映り込んでるんですけど、山積みにね、たくさん積まれている状況で、本当に使ってないものとか、すぐに使わないものはちょっとね、処分してしまおうかなっていう感じです。では毎月ね、こうやって買った本を紹介しているっていうこともあって、割とトバログの動画って本とかそういうね、出版物からインスピレーションを受けることがものすごく多いんですね。こういうね、デザイン一つとってもそうだし、インテリアもそうだし、あらゆるところが結構こういう雑誌とかもののね、本とかからインスピレーションを受けてるっていうのがあって、そういうものに関してはこう非破壊スキャナーみたいな、こうやって開くと、本として PDF にしてくれるスキャナーとかがあるんですけど、そういうのでスキャンしてこういうね、タブレットタイプのスマートフォンとかでいつでも見れるようにしておこうかなっていうのが今の状況でありますね。ちょっと前にも本の自炊って流行ったと思うんですけど、コロナ禍が明けていろいろ人が動くタイミングとかでまたそういうのがね、流行るのかなとは思っています。そのタイミングでまた動画化していこうと思うので、ぜひそういうのもチェックしてみてください。チャンネル登録もお願いします。というわけで今回の動画は終わりにしようと思います。気に入っていただけた方はぜひチャンネル登録といいねボタン、あとコメントもね、すごいお待ちしているので、ぜひよろしくお願いします。というわけで次の動画でお会いしましょう。とばろぐでした。